こんにちは。今回は相手は変えられない。ならば自分が変わればいいマインドフルネスと心理療法をアクトで開く人間関係という本をご紹介します。この本では私たちが普段感じる人間関係の悩みに対してどのようにアプローチすればよいかを新しい視点から教えてくれます。特に相手を変えようとするのではなく、まずは自分の心の持ち方を見直し、自分が変わることで人間関係が良くなるという点が非常にユニークで重要なポイントです。私たちは日常生活の中で人間関係におけるストレスを多く感じますよね。例えば、職場での同僚との対立や、家族とのすれ違い、友人とのトラブルなど、関わりを持つ人々との間で、様々な摩擦が生じることがあります。多くの人は、そうした問題の解決策として、相手を変えようと考えがちです。もっとこうしてくれればいいのに、なぜこの人は、私の言うことを理解しないのか。といった思いが頭をよぎることはよくあるでしょう。しかし、この本では、こうした考え方が私たち自身にとっても、人間関係にとっても有益ではないと指摘しています。まず、この本で強調されているのは、他人は変えられないという現実です。私たちがどれほど他人に対して期待や要求を抱いても相手が変わる保証はありません。むしろ他人に対する過度な期待は自分自身のフラストレーションを高める結果になりがちです。ここで著者が提案するのが相手を変えるのではなく自分を変えることです。具体的には私たちの反応や捉え方、そして行動を変えることで相手との関係が自然と変化していくという考え方です。このアプローチは心理療法アクトアクセプタンス&コミットメントセラピーやマインドフルネスの手法を基盤にしています。アクトでは今この瞬間を受け入れ自分の価値に基づいて行動するという考え方が重要視されており、これが人間関係にも大いに役立つのです。では、アクトの考え方がどのように人間関係に役立つのか詳しく見ていきましょう。まず、アクトでは需要という概念が大切にされています。私たちはしばしば自分の感情や思考をコントロールしようとしますが、アクトでは感情や思考はコントロールできないものだと考え、それを無理に変えようとせず、受け入れることを勧めています。例えば、職場で上司に対して不満を感じたとき、なぜ自分はこんなにイライラしているのだろうと自己批判をするのではなく、今自分は不満を感じているんだなと、その感情をありのままに受け止めることが大切です。感情に対して抵抗せず、ただその存在を認めることで、その感情に振り回されることなく、冷静に次の行動を選べるようになるのです。さらに、アクトでは価値に基づく行動を推奨しています。私たちの行動はしばしば感情に左右されがちです。例えば、怒りや不安に駆られて、相手に対して攻撃的な言動をとってしまったり、逆に自分の本音を言えずに押し黙ってしまうこともあるでしょう。しかし、アクトではその場の感情に流されるのではなく、自分が大切にしている価値観に基づいて行動することを勧めています。例えば、あなたが誠実でありたいという価値観を持っているなら、感情的になってしまう状況でも、その価値観を軸に、冷静で誠実な対応を選ぶことができます。このように自分の価値に基づいた行動をとることで、たとえ感情的な衝突があったとしても、後悔や自己嫌悪を避けることができ、結果として人間関係の改善につながるのです。ここでポイントとなるのは、感情と行動を切り離すことです。多くの場合、私たちは感情に左右されて行動してしまいますが、アクトでは感情を一旦脇に置き、価値観に基づいて行動を選ぶことができます。例えば、ある人があなたに対して批判的なことを言ってきたとき、怒りや不満を感じるのは当然のことです。しかし、その感情に従って反論したり、感情的に対処するのではなく、自分はどんな人間でありたいのか？どんな対応が自分にとって誠実な行動か？といった価値に基づいて行動を選ぶことで相手との関係性を良い方向に変えることができるのです。次に、この本では他者との境界を作ることが重要だとされています。多くの人は相手に期待を抱きすぎたり、相手の反応に過度に影響されてしまうことがあります。しかし、アクトのアプローチでは他者の行動や感情に過度に影響されるのではなく、自分自身の境界をしっかりと持つことが大切だとされています。ここで言う境界とは物理的なものではなく、心理的な境界です。例えば、誰かがあなたに批判的なことを言ったとしても、それを全て自分自身に向けられた攻撃だと受け取るのではなく、この人はこう感じているんだなと、その意見を客観的に受け止め、自分の価値観に基づいた反応をすることが大切です。このようにして自分自身を守りつつ、他者との関係をより健全に保つことができます。また、この本では自己肯定感を高めることの重要性も強調されています。多くの人は他者との比較や評価を通じて自己価値を測ろうとしがちですが、アクトでは自己価値を他人からの評価に依存
存しないようにするためのアプローチが提案されています。例えば、他人の評価や反応に一喜一憂するのではなく、自分自身が大切にしている価値観に基づいて行動し、その行動に対して自己肯定感を持つことが重要です。ここまでお話ししてきたように、相手は変えられないならば、自分が変わればいいでは、相手を変えようとするのではなく、自分の反応や行動を変えることで、結果的に人間関係が改善されるというアプローチが紹介されています。私たちは日常生活の中で他者との関係に悩むことが多いですが、この本を通じて相手に対する期待を手放し、自分自身を見つめ直すことで、より良い関係性を築くためのヒントを得ることができます。ここからは相手は変えられないならば、自分が変わればいいの実践的な内容について掘り下げていきます。すでに触れたように、アクトアクセプタンス&コミットメントセラピーは、需要と価値観に基づいた行動を軸とした心理療法です。では、これを日々の人間関係の中で、どのように具体的に活用していけばよいのでしょうか？まず、著者が強調しているのは、他者の感情や行動に左右されないという心構えです。私たちは、つい他人の反応や言動に対して、過敏になりがちですが、その結果、自分自身が不安になったり、無意識に相手に合わせてしまうことがよくあります。しかし、アクトでは、他者の行動や感情に過度に依存せず、自分自身の価値観をしっかり持つことが重要とされています。具体的には、相手がどのように感じているか、相手が自分にどう反応するかをコントロールしようとするのではなく、自分が大切にしている価値観に基づいて行動することが求められます。例えば、職場で上司や同僚との意見の違いがあったとしても、相手を納得させなければならないと、無理に思い込むのではなく、自分の立場や意見を誠実に伝えることに集中することで、余計なストレスを減らすことができます。結果として、相手に対しても、より冷静で建設的なコミュニケーションを取ることができるようになるでしょう。次に、アクトが提案する感情を客観視するテクニックも重要です。多くの場合、私たちは自分の感情に振り回されてしまうことがあります。怒りや不安が募ると、その感情に引きずられて、相手に対して過剰な反応をしてしまったり、逆に必要な行動が取れなくなることもあります。しかし、アクトの基本的な考え方では、感情は一時的なものであり、私たちの行動を決定づけるべきものではないとされています。このため、感情をただ観察する習慣をつけることが有効です。例えば、イライラしたり、落ち込んだりする瞬間に、その感情を、今自分はこう感じていると認識し、その感情に名前をつけてみるのです。こうすることで、感情が自分を支配することなく、冷静に対処できるようになります。そして、感情に引きずられずに、自分が本当に大切にしている価値に基づいた行動を取ることができるようになるのです。さらに、この本では、コミットメントという考え方も重視されています。コミットメントとは、自分の価値観に基づいた行動を持続的に取り続けることを意味します。これは簡単なようで、実は難しいことです。日常の中で、私たちは、しばしば目先の感情や短期的な結果に惑わされ、長期的な視野を持って行動することが難しくなります。しかし、アクトでは、自分が目指している価値観や長期的な目標に対して、強くコミットし、それを意識し続けることが大切だと説いています。例えば、誰かとの関係において、短期的な衝突や不満が生じたとしても、それに振り回されず、自分が本当に大切にしている、信頼誠実さ思いやりといった価値観に基づいた行動を選び取ることが求められます。そうすることで、感情の波に飲まれずに、より安定した人間関係を築くことができるようになるのです。ここまでで見てきたように、アクトのアプローチは非常にシンプルですが、日常生活の中で取り入れることで、大きな変化をもたらします。他者を変えようとするのではなく、自分の捉え方や行動を変えることで、関係性が自然と変化していくというのは、非常に実践的な教えです。最後に、この本を読むことで、私たちは他者との健全な距離の取り方を学ぶことができます。他者に対して、過剰な期待を抱くのではなく、相手をそのまま受け入れながらも、自分自身の価値に基づいた行動をとることで、より豊かな人間関係を築いていくことができるのです。この本に興味を持った方は、ぜひ手に取ってみてください。アクトの実践によって、自分自身を変えることで、今まで悩んできた人間関係に新たな視点を持ち込むことができるでしょう。日々の生活の中で、自分を見つめ直しながら、より良い人間関係を築いていくための一冊です。ぜひ、本を購入して、その教えを実践してみてください。